それでは時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。土曜日の11時ということで、週末、皆さんいかがお過ごしでしょうか？何言ってるかわかんないですけど。いや、一応最初にですね、ちょっと動画を見ながらちょっと雑談をしたいんですけど、見えますかね？結構これうるさいですね。実はですね、明日僕卓球の大会で、シュウジさん、よろしくお願いします。いきなり、ちょっと卓球を見せてるんですけど、奥の女性の選手をちょっと見ていただきたいんですけど、はい。実は前から言いましたように、この女子の選手、韓国の選手なんですけど、日ペンって言いまして、日本式の、昔、温泉卓球でみんなやってると思うんですけど、ペンホルダーってやつですね。今ちょうど手前になりましたよね。はい。今、この黒いユニフォームの人。この方の戦術が僕、好きで、僕は参考にしてることがあるんですね。はい。で、実は世界の卓球で、これ女子なんですけど、このペンの、日ペンっていう日本式ペンと中国ペンっていうのがあるんですけど、はい。どうもお疲れ様です、下野さん。まだお休みでしたよね。はい。ね。もうそろそろ帰ってくるんでしたっけ？ね。今このペンの人。僕はちょっとバックハンドが違うんですけど、お花さん、よろしくお願いします。明日ちょっと大会なのでね。宮島、広島のね。じゃあ今日あれですね、ちょっと丸抜クイズやるの大変なので、聞き流しみたいな感じでね。あと音声で適当にチャチャを入れてくださいね。なんかこう、音声入力でね。はい。で、この、ペンの人、実は今確か韓国の選手だったかな。っていうのは、もしかしたら今、ドイツか、どっかヨーロッパに行ってるかもしれないですね。今ちょうどこのカットマンって、奥がカットマンってカットばっかするやつね。で、もう一人のペンドラですね。綺麗でしょ。もうこれね、憧れてるんですよ。こういうやり方は。これはペンドラって、ペンホルダーのドライブという戦術になります。明日どれぐらい大会朝早いので、この YouTube 終わって、どれぐらいね、寝れるかわかんないですけど、ちょっと練習不足で、正月からほら、九州行ったりとかして、今日ちょっとだけね、練習できたんですけど、ほとんどもう2週間ぐらいラケット持たずに大会に臨むので、どれぐらいのことができるかわかんないですけど、今って便利ですよね。こうYouTube でこういう上手な人のもの見れるからすごいイメージしやすいんですよね。今スポーツって、やっぱりこういう、もう動画が見れるようになってきたので、なんかこう、上手になりやすいですよね。いろんな情報がこう、視覚で捉えられるから、こういう風に持ち上げて角度していけばいいんだとかね。僕は中学高校の時ね、こういう YouTube がね、あったらね、どんだけ参考になったかと思いますよ。今だと見てね、いや、こんな風に打つんだなと思って。かっこいいですよね。すいません、自己満足で。明日ね、朝9時から、一応、大会は愛知県大会になるのかな？団体戦で、4人でこう団体で組んで、チームでね、出場して、多分、試合ぐらいやるんじゃないですかね。リーグ戦なので。はい。こんな、カットマンがいるかわかんないですけどね、こういう風にね、しっかり。いや、見入っちゃいますね。はい。ということで、一応明日が大会だよってことをちょっとお伝えしました。すいません、最初に。はい。それでですね、一応、こちらの方、さておいて、今日最初のここなんですけど、年始、
一発目っていうことで、僕もずっとオーディブルとかいろいろ聞いてて、いろんなね、本を紹介したりとかも、ちらっとしてるんですけど、今日は、やっぱ最初にどれか一つ実践すれば幸福度が上がるよ。この学識サロンさんの感謝の動画ですね。一年の最初なのでちょうどいいかなと思うんですけど、やっぱ思うのが、トレードだけじゃなくていろんなことに考えて思うんですけど、この学識サロンさんも言うんですけど、感謝することって大事だなって、改めてね、思うんですよ。で、特に、思うのは自然に人って、不平不満って言いやすいじゃないですか。愚痴もそうだし。だけど、それを意識してあえて、それを、言わずにじゃないですけど、感謝の心を持って意識することでいくと自然に、ポジティブになれたりするよっていうことで、やっぱり、人ってニュースもそうなんですけど、ネガティブな話とかって生きやすいんですって。注目もしやすいらしいんですよ。だから、ツイッターとか SNS とか、YouTube もそうなんですけど、割と、ネガティブな方にシフトすると、表題もそうですね。人は見やすいんです。注目しやすいんですよね。ワイドショーもそうですけど。だけど、それで、ネガティブなことをまたネガティブで見てしまってるようだと、もう本当にそういう気持ちになったりとか、そういう人が集まったりとかしてしまうので、あえてそこは意識をして感謝をする心を持つといいよっていう、そういう本だと思いますので、ちょっとだけ、途中まで聞いたら終わっちゃうと思いますけど、ちょっとだけね、聞いていただきたいなと思います。ちょっと教育的なお話ですけどね。これ、こっちにするか。卓球の、ラリーを見てるよりはこっちの方が勉強になると思いますけど。はい。お願いします。おすすめです。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。一つ目、なぜ感謝の心を持つといいのかという話です。ちょっと音が小さかったらごめんなさいね。開けるみたいなスピリチュアルな本では今 BGM がちょっと感謝の効果が書かれている対象の BGM に変えました。対象の BGM。政権好きとかやれば音速にパンチ打てるとかそういう話じゃないんで安心してください。もう結論から言っちゃうとですね、感謝の心を持つとその時脳内にドーパミンと年の初めなんでね、こういう分泌されてポジティブになれちゃうんです。今年はポジティブに生きようっていう意味でね。幸福を高めてくれるんです。一方、セロトニンは気分を盛り上げてくれる働きがあって、抗うつ薬にも似た作用があるんです。これなんと、身の回りのものにただ心の中で感謝をするだけで、このドーパミンがドバドバ分泌されて、今年に入って九州に行ったこともあるんですが、あんまりネガティブなニュースとか、参加者たち3つのグループに分けて、自分で一人でいるかわかんないけど、情報を遮断している部分もあってか、ネガティブな要素をあんまり聞かなくなってますね。たまにサウナとかで、ワイドショー見てるときにはなんだこれって思うものもありますけど、あんま、今のところ、そういう情報に触れてないっていうかね、はい、感じはしますね。やっぱ情報を選んでいることも大事ですよね。感謝をすれば幸せになれるって、やばすぎなチート法ですよね。絶対やほんとこれ、今井のことかもしれないですけど、意外に人って意識しないと、感謝もそうですし、習慣にならない気はしますよね。それと一緒で、はい、特に若い子たちであればあるほど、これって意識できないことっていうか、年を取ってくると意識をすること多いかもしれないですよね。例えば、毎日これ、なかなか難しいんだよな、感謝するって、上っ面な感じですよね。考えてみると、あなたの今の生活、感謝できることってめちゃくちゃあるんですよ。これね、言ってて当たり前なことなんですけど、本当に思いますよ。再確認っていう感じですね。ちょっと、ほんのちょっとだけですよ。考えてみるんですよ。やりすぎるとネガティブなんでマイナスです。でもこれをやると、今みんなが健康で一緒に生活できているこの生活ってめちゃくちゃありがたいじゃんって気づけるんですよね。ほんと何でもいいので、一つ一つに感謝してみる。これやるだけでもドーパミンという応援団が無料で応援してくれるんですから、ここら辺はじゃあちょっと飛ばして、なぜ感謝がいいのかっていうことなので、ちょっとですね、ここら辺から行っ
きます3つ目ね。感謝の心を実践する方法という話です。実際に感謝の心を実践する方法ということで、4つあると思いますね。例えば今日は雨か、ジメジメしてて嫌だなって考えることありますよね。でもそうじゃなくて、雨の音を聞きながら読書するとリラックスができて好きだな、みたいな、こういった物の見方をちょっと変えるだけで、ちょっとね、幸せな気持ちになれるんですよ。いやいや、そんな簡単に考え方変えられたら、クーロボしねえよって思う気持ちわかります。普段からね、嫌なことに目がいっちゃう人でも、これから紹介する4つの方法を実践すれば、あなたも感謝の気持ちでいっぱいになれちゃいます。1、朝の感謝リストを作る。毎朝起きた時に感謝していることを紙に5つ書き出すようにしましょう。紙で書くのが面倒だったら、スマホのメモでも OK。感謝リストか、ね、やりたいことっていうのは書きますよね。天気が良くて幸せ。みたいに、ちょっとでも幸せだなと感じることと、それに対しての感謝の気持ちを表現しましょう。でもやりたいことネガティブな気持ちにならないので。違って、一日の終わりにその日の楽しかったことを思い出して、感謝していることを5つ書きましょう。昼に食べたランチがめっちゃ美味しかった。仕事がうまく片付いた。学識サロンの動画が面白かった。みたいなんで OK。これ数日続けるだけでも自然と確かにね。感謝したことを思い出す癖が自分の中につきますので、そうなっちゃう。楽しかったなっていう形で寝るのは大事ですよね。ノートに思いつくポジティブな言葉をできるだけたくさん書いてみる。これ実際にやってみるとわかるんですが、あれ自分って意外と恵まれてるじゃんって気づくはずです。私は健康であることに感謝している。私は大好きな家族と一緒にいれることに感謝している。何か書くっていうことって皆さんどうですか？できてます？やってたんですけどね、半年ぐらい。なかなか、なんか面倒だなって気持ちになったりとか、ちょっとネガティブな気持ちが入りますね。面倒な感じになったりします。でもトレードしてるときは、トレード日記と一緒に書いてましたね。だから多分僕トレードちょっと長期になってから書かなくなっちゃったかな。毎回ありがとうと言うようにしています。娘が私のイケメンな絵を描いてくれたとき、毎回ありがとうと言っています。息子がダンゴムシを10匹手渡してくれたとき、ありがとうと言っています。それだけでも家族生活、本当に幸せを感じる機会が増えたので、私はね、本当もう3年ぐらいは毎日やってますね。ぜひね、あなたもできそうなこと一つでいいです。始めてみてください。もし何か変化があったらコメント欄で教えてください。なるほど。ちょっとまとめですね。心を持つといいのか。2、欠乏意識を克服する方法。3、感謝の心を実践する方法という話でした。どうでしたかね？他にもこの本、ちょっとここ最後読みますね。この動画のまとめですね。なぜ感謝の心を持つと良いかということで、脳にドーパミンとセロトニンが分泌されてポジティブになれる。よく聞く話だと思います。それから2番の、欠乏意識を克服する方法ということで、大きな夢を考え、大きな夢を持つこと。ちょっと見えないな。人生の豊かさ。マインドフルネスや瞑想の、なんか書いてあるんですね。豊かさに意味を持つのかな。はい。それから3番が、ポジティブなことに意識を向ける。はい。変化を歓迎する。学習意欲を高める。ということですね。はい。で、3番が、感謝の心を実践する方法。さっきやってましたけどね。リストを作る。朝リストを作る。夜リストを作る。ポジティブな言葉を日記に書く。いろんな表現で、感謝をしていくということですね。ということで、新年のね、最初のうちにこの感謝っていうところをね、入れて、意識して生活をしていこうねっていうお話でした。はい。で、なんか最近今週のオーディブルなんですけど、僕実はちょうど今、オーディブル今ね、一気にね、すごい増やしてるんですよ。今皆さん気づいたかわかんないんですけど、今年からその24時間ライブが、このちょっとオーディブルのとこを使って、僕のこの YouTube ライブの過去の動画をもう出すより、オーディブルを流しながら、僕も経済のことをたまに聞いたりとかするのもいいなと思って、ちょっと今試して、いろんな経済の本を、24時間ライブで、12時間で切ったりするので、この本がだいたいね、10時間、6時間から10時間ぐらいかな。一冊あるので、これを聞き流しみたいな感じで今やってる。その関係でちょっと今、このお気に入りがむちゃくちゃ増えちゃったんですね。なので、今24時間用で使ってるものがこの
経済的な、こう書いてありますね。こういう本をどんどん紹介しているっていうことなので、もし気になるものがあれば、またちょっと、24時間ライブの方に、このオーディブルの、とこ、書いておくようにしますので、また過去のやつがね、戻れてちょっと聞きたいなと思う本が出てくるかもしれません。はい。ただ12時間おきにいたから、今日はもう切っちゃいましたけど、これからね、オーディブルをいろいろ流して、BGM もちょっと入れてきますけどね。著作権の関係もあって。はい。なので、多分今週ね、この、村上さんの生涯が、これも流しましたね。これも流したかな？賢明なる投資家のバリューのところも、これも流しましたね。これも流しました。株高の資源高に向かう世界経済入門。これも流しました。これからですね、山崎さんのやつはね、これからだと思います。なので、特に金融系の本をいろいろ流してきて、これも流しましたね。MMT のやつですね。はい。これも流したかな。結構、ありますので、また、うまく僕もちょっと、動画24時間ライブで、わかるようにしときたいと思いますのでね。後からでも編集できるので、後からもう見れるように、オーディブル、かなり使ってますので、これも、これからですね。で、これちょっとポートフォリオがいっぱいになってるので、ここまでかな、今。経済の本は。ここから、養老さんの本から違いますね。はい。ですね。今僕が自分でこうバーっと聞き流して読んでるのが、お坊さんのやつ。これですね。はい。お坊さんの本読んでます。草薙さんっていうんですかね。反応しない練習。自分の心を見失わないようにという。たまにね、僕こういうお坊さんの、YouTube でもちょっと紹介したんですけど、仏教とか、これ多分、仏教とかの本なんですけどね、を読んだりとかもします。はい。あとは経済の本で、半沢直樹はもう3まで読みましたね。このロスジェネの逆襲までは読みました。半沢さんがどこだ？実情になって出港して帰り咲いたとこまでですね。あと、半沢直樹はね、4番と5番があるので、4番とこの 5番これかなこの2つを読んだらコンプリートですけど、時間かかるのでね、またどっかで長期休みになった時に読もうかなと思ってます。はい。お正月ね、ほんと1、2、3読むだけで30時間ぐらいありましたけど、充実しましたね。はい。という感じで、あとは、成田悠介さんの本も読みました。この22世紀民主主義、選挙はアルゴリズムになり、政治家は猫になる。独特な言い回しでしたね。4時間ぐらいですけど、まだ今半分ぐらい読みましたけど、なかなか風想というか、こういう政治になったらいいなっていう、成田節が炸裂した内容で、面白いと思います。この成田さんの普段コメンテーターで出てる内容が好きな人は、この言い回しは面白いかなと思いますけどね。でもちょっと難しい表現もされているので、スーッと入ってくるっていうよりも、ちょっと成田節がわかると、なるほどね、みたいな感じですね。なんつうかな、もう嫌味みたいなことを言い回しを変えてすごく言ってるので、小さい村、若い人だけで小さい村作れば、もう選挙はアルゴリズムで変わっちゃえば投票なんかしなくたってみたいな、そういう話になってますけどね。はい。という感じですね。はい。それではですね、今日なんですけど、中国の個別株、皆さん気づかれました？僕ね、木曜日の後かなに、ニュースが出てて、テンセントのニュースだったんですけど、中国の。これが中国テンセントがもうボトムになってるっていう記事が出てたんですよ。で、
最近ちょっともう中国もどうかなと思ってたんですけど、コロナの関係もあって、いや、これちょっとテクニカルちゃんと見た方がいいなと思って、本当に数ヶ月ぶりですけど、今日ちょっと、20項目ぐらいね、久々に中国の、個別株を、チャートで見ていこうかなって思って、今日、特集にしました。もちろん今日投資の教科書の方の丸抜クイズもやりますので、ちょっと東雲さん、やりにくいかもしれないですけど、頑張って丸抜とか言ってもらえると嬉しいなと思うんですけどね。ご参加いただきたいなと思います。はい。それではですね、最初に振り返りから行きましょう。金曜日の振り返りから分析していきます。いやー、これ、金曜日ね。皆さん、CPI で知ってると思いますけども、変コロリンで、ドル円が、このね、一気にまた、132まで落ちましたね。はい。どうなるかなと思ったんですけどね。ドル円だけじゃないですね。これ完全にその CPI の影響をすごく受けてますね。他の、為替も。はい。こうね、上がってとこと下がってるとこ明らかですよね。ドルの関係が変わってますよね。はい。ということで、アメリカ相場を先に見ましょう。金曜日のね。はい。雇用統計の関係ですぐに数字で現れたっていうか、でも、だいぶ低い位置だったので、金曜日も、見ていただくと、S&P500 も3895って、上がって3895なので、まだまだ4000に到達しておりません。はい。まだまだですね。ナスダックも10569ということで、こんだけ上がってもね、まだまだ、全然、低い位置でございます。先物見ていただくとね、本当にいかにもこう CPI の結果でこう変わってきてるかっていうのは昨日分かったと思います。2年債の方が 4.256、それから10年債が 3.56 ということで、金利がうっと下がりました。で、金利がこんだけ下がったので半導体がもう逆にね、また上がってきたというような相関関係にあります。ビックスも下がって21まで下がってきました。というアメリカの金曜日の相場でした。世界の動き見ます。中国、香港、そんなに動きがありませんでした。香港はじわじわと本当に上がってきましたね。まだ戻ってるほどではないですけど、21000まで来ました。インドが1回落としてきましたね。ちょっと、はい。17800なので、そう大した落ちではないですけどね。一時期16000まで落としていたところに比べればまだまだ、少し調整具合はって感じですけどね。ベトナムもそうですね。ちょっと落としたくらいであります。インドネシアがすごい落としていて、ちょっと戻した感じですね。ちょっとインドネシア、ここ、年初1週間、かなり悪かったので、心配でしたけどね。はい。ヨーロッパはあんまり動きはないですけども、ひたひたと気がつけば、ユーロも見てください。4000の大台乗りましたね。ユーロ、皆さん S&P500 と比較するとよくわかると思いますけどね。ユーロの方が先に4000に乗りましたね。はい。ドイツダックスが 14,610 ということで、これも 15,000 ぐらい来ると、ウクライナの侵攻の前の水準まで戻してくるかどうかっていうことになります。イギリスがね、7,699ということで、これ、ちょっとチャート出した方がいいかな。これ多分、かなり戻ってるというか、もう最高値付近まで来てるんじゃないかな。待ってくださいね。これ、せっかくなので、こっちで、今日のやつで見るか。これ、テンセント出してます。ちょっとこれで、イギリス出しますね。せっかくなので。
あ、やっぱり、イギリスが、はい、これ週足チャートですけど、イギリスが最後7714っていうとこでフィニッシュしてるので、2022年かのこの高値、7690を上回って終わったんですね。週足で。イギリスすごいですね。レンジブレイクしてますね。月曜日どういう動きするんでしょうか。でももうみんな、7600、7700、7700、7000、もうギリギリですね、ここ。いや、跳ね返されるかな、これ。週足チャートでほんとここ何度も試されてますね。よくあるチャートの節ですね。7700。マックスがね、7795ですね。もうちょっとあるか、ここ。2018年ですよ、ここ。1回、2回、3回、4回、5回。ね。はい。ということで、イギリスがどうなるかっていうところですね。すごいですね、イギリス。考えてみよう、これ。またトライしましたもんね、この7700に。はい。いいですね。ヨーロッパが本当にちょっといい動きをしてきたなっていう感じもします。はい。ちょっと戻して。トルコがガーンと落として、またちょっと戻しましたね。4%。ちょっとボラティリティが高いですね。はい。7% 落としましたもんね、昨日かなんか。その前の日が。南アフリカ少し戻ってきております。アルゼンチンも高い位置です。ここら辺はアメリカの影響を大きくカナダとかね、メキシコは受けてるんではないかなって気はします。はい。それでは、コモディティいきます。コモディティですけど、気になるのはゴールドです。ゴールド、シルバーが、株高とともにゴールドもこのレンジブレイクしたような動きをしています。1865。これもちょっと見ましょう。ゴールド。週足。そうですね。レンジブレイクっていう、これゴールドの週足になります。最後、ここで終わってますので、1800のこの節は抜けて、2020年の6月のところに1870っていうこの節がありますね。ここも大きいですね。ここも試してますね。1800、この後半、ここ結構ありますね。節が。はい。ちょっと揉み合うかもしれないですけどね。週足でこういう動きしてるので。ただもうこんだけ上がってきてるので、ゴールドも。はい。一回揉むかもしれませんね。ちょっとついでにシルバーの週足も見ましょう。シルバーは一回、ここ、週足で落ちてきております。今ちょっと、高値から少し落としてきているので、ゴールドと相関関係があれば、ちょっと揉み合う感じであると思います。だいぶ安かったですもんね。シルバーも、気がつけば。買ってる人いるかわかんないですけど、18ぐらいの時えらい安いなと思ったんですけど、ここからダダダダダダと、シルバーも上がってきましたね。はい。ということで、こっちか。はい。シルバーから、プラチナ、パラジウムともに上昇しております。原油73。ちょっとボラが激しかったですけど、73で落ち着きました。天然ガスもボラが1回 3.5 まで落としたんですね。で、3.7 ぐらいで落ち着いたということですね。ソフトコモディティが、これ多分ね、大豆とコーンはね、昨日か一昨日すごい下がってたので少し戻した感じです。砂糖とコーヒーはかなり落ちてますね。なのでまだまだこれからですね、動きは下落していくことを願っております。ここは。はい。そんな感じですね。はい。金曜日の、S&P500 を見てみましょう。
真っ青ですね。久々、グリーンで、特に金曜日、大型株、アップル、アマゾン、このあたりが良かったみたいです。真っ青ですね。金融関係も良かったみたいです。ビザ、マスターカード、このあたりも 4% ぐらい上がっております。下がってるものってあんまりないですね。ちょうど、原油も、エクソンモービルもここも上がってるので、珍しく、ほぼほぼグリーンですね。ゾロさんの顔が赤くない W。そうきますよね。こんな日々が続くとは思えないですけど。去年1年間もどんだけ真っ赤だったんだよって話ですよね。はい。これなんだろう。ここ、何がマイナスなんだろう、これ。あんま僕ちょっとヘルスケアのセクターで一部マイナスなところがあるみたいです。はい。ぐらいですね。では、1週間のパフォーマンス S&P で見てみましょう。こうなんです。結局1週間にすると、マイクロソフトはマイナス 6.67。テスラも1週間だとマイナス 7% ってことで、金曜日だけってことですね。雇用統計だけ引っ張られたけど、あとはマイナスが続いていたということになります。ユナイティッドヘルスもマイナス 7% なんですね。これちょっと意外ですね。ヘルスケアのユナイティッドヘルスがかなり下がってますね。ほう、と思います、ここは。あとはまあ、アップルプラマイゼロって感じですもんね、結局。はい。マスターカードはいいですね。ビザ、マスターカードがいいっていうのは、クレジット系がいいっていうのは何でしょうね。やっぱり旅行関係とかあったんですかね。1週間でかなりいいですね、ここ。はい。あと、コストコもいいですね、1週間だと。5.77% ですね。ウォルマート、まあ、ぼちぼちですね。ターゲット、7.94%。T モバイルもいいですね。ベライゾンもいいですね。ここら辺、なんだこれ。通信系ですね。T モバイル、ベライゾン、AT&T がいいです。いいって言っても、まあ、かなり昔から低い位置から、でもベライゾンのチャート面白い。ちょっと待ってくださいね。ベライゾンのチャート面白いかもしれない。ちょっと見ていいですか？こっちでベライゾンちょっと見ますね。気になるチャートでした。これですね。これベライゾンの、週足チャートになります。今週、すごいですね。この太い大陽線が出てましたね。はい。もう週足でもちょっとダブルボトムっぽい動きしてますね、これ。ただ、紫のこのあたりを節としてるので、まだ強いレジスタンス、水平線のレジスタンスがここにあるので、ここで見るのか、戻り高値をここで見るかによってですけど、まだ上昇トレンドとは言わないかな。はい。という感じですね。でも、この大陽線久しぶりこんだけ出てますのでね。はい。はい。気になったところはそんな感じかな。世界の方見てみましょう。世界の昨日の、金曜日のとこですけども、特徴としては、世界中オールグリーンだけど、中国だけは、ちょっと落ちてると。ジンドンがマイナス 2.43 と、リリー、モーターズ 9.16、電気自動車のとこですね。が下がっています。ニオも下がって、電気自動車が下がってますね。はい。あと、アリババはちょっとプラス。ということで、ちょっと逆に赤が目立ちますね。他はほんとオールグリーンって感じですね。日本もいいですもんね。はい。台湾セミコンダクターも昨日は良かったと。まあ、昨日だけだと何とも言えないので、1週間のパフォーマンス見ましょう、世界の。くすみますね、やっぱり。カナダとかアメリカと連動してるのでくすみます。ブラジルもあんまり良くないですね、今週は。はい。という風にすると、アリババ、今週すごいじゃないですか。
20% ですよ。あ、107だってもう、しれーっとやっぱり上がってきてますね。なんやかんや言って。あ、今週すごいなぁ、中国。ちょっと後のチャート楽しみですね。いや、107まで来たんだ。はい。中国いいです。こんだけコロナでいろいろなんか言われてる割に経済はいいですね。経済がいいと株価がいいのか。はい。ということになっております。はい。それではですね、特集の前に今日、あれやっていきましょうか。クイズの方やっていきましょう。クイズ？これ。投資の教科書。今日は、こちらの方をやってきますので、第3章になります。これですね。第3章、お金を増やす投資商品ということで、今、もう、しめじさんも今まだパーフェクトですよね。確か第2章まで。で、この間第2章の、MMF とかあのあたりをちょっとね、丸抜クイズだったので、ちょっと、なんていうかな、復習したっていう形になります。で、今日も、終了テスト先にやって、ちょっと怪しいなと思うものに関しては復習させてもらおうかなと思っております。項目の方ですけども、3の1が、家計金融資産の割合。それから3の2が、資産運用のリスク。3の3が、4つのリスク。それから次が、3の4がリスク許容度。で次は投資の意義。3の6、株式投資の仕組み。それから次が3の7が債券投資の仕組み。はい。それから少額投資。証券会社、証券口座という以上10項目についてのテストになります。はい。今日も丸×でいきますので、何か控えておくか、何かしていただけたらと思います。ちょっと僕も、そういえばボールペンが。1が丸かける、2が丸かける、これなんで ?3 が丸かける、4が丸かける、びっくりした。5が丸かける、6が丸かける、7が丸かける、8が丸かける、9が丸かける、10。シメディ、1が丸。びっくりした。しめじさんがもう回答した。しめじさんもしかしたらもうこれ持ってるんですか？本を。シメディ、間違いです。そうなんです。ちょっと今筆箱を出しました。そうなんですね。はい。もう持ってらっしゃると思ってました。投資の教科書を。で、関係ないですけど、今日久しぶりに、このボールペンがですね、インクが終わったんですよ。勉強してる、教えてる間に、このインクがなくなった。なんか、ちょっと嬉しくないです。こういうボールペンが、なんかインクが全部終わったって。ちょっとなんか自分でなんか勝手にやりきった感が、よくボールペンがなんていうかな。このペン先が悪くなって書けなくなるっていうのはたまにあるんですけど、ちゃんとこのボールペンのインクが切れてなくなるっていうのは、なんか勝手に達成感を感じたりとか、しますよね。僕だけですかね、これ。はい。では、いきますよ。僕も書いてきますのでね。はい。お願いします。自分も回答を見ないようにしますね。はい。では、読んできます。次の文が正しければ丸。誤りなら×と答えなさい。右の回答を隠して解いてみてください。僕隠してます。じゃあ行きますよ。1番から読んできます。1番。少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、物価上昇といった急激な社会変化に対応するためには、リスクを取らず、現預金で資産を保有すべきである。
もう一回言いますよ。少子高齢化、終身雇用制度の崩壊、物価上昇といった急激な社会変化に対応するためには、リスクを取らず、現預金で資産を保有すべきである。丸か×か。ちょっと書きますね。よろしいでしょうか。では、次行きますよ。2番。ちょっとこっちずらしていきますね。2番。一般的に資産運用におけるリスク、リターンは株式、投資信託、債券、国債、預貯金の順に大きくなっていく。もう一回言いますね。一般的に資産運用におけるリスク、リターンは株式、投資信託、債券、預貯金の順に大きくなっていく。丸か×か。なるほど。はい。いきますよ、次。3番。金融商品に存在する代表的なリスクには、信用リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがある。もう一度読みます。金融商品に存在する代表的なリスクには、信用リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがある。丸か×か。代表的なリスク、信用リスク。あんまり深読みしちゃいけないかな。じゃあ、ちょっと。信用リスク引っかかるな。いや。ちょっと大きくして。4番いきます。一般的に資産運用におけるリスク許容度の高さは、定年退職までの時間の長さや余裕資金の多さに比例する。もう一回いきます。一般的に資産運用における許容度の高さは、リスク許容度の高さは、定年退職までの時間や長さや余裕資金の多さに比例する。丸か×か。ああ、そういうことか。ちょっとなんか国語の問題的な感じでしたね、今。はい。5番いきます。直接金融でも間接金融でも応援したい企業や国は投資家が決めることができる。もう一回いきますね。5番。直接金融でも間接金融でも応援したい企業や国は投資家が決めることができる。間接やばいこれ。間接金融ってなんだ？ちょっと表現がわからないところが出てきました、僕。間接金融って何？チェック入れとこう。はい。次行きますよ。6番。株式市場では、希望すれば、どのシメディ、インデックスファンドとかですかね。あ、そういうことかな。間接金融っていう表現がわかんなかったのですいませんね。はい。株式市場では、希望すれば、どの会社のどの株式も購入することができる。もう一回言いますね。株式市場では、
希望すればどの会社の株式も購入することができる。なんか裏読んでいいのかなこれ。これちょっとむずいな。判例があるかな。あれいや、これちょっと、まあ、ちょっと素直に行きますね。なんかあるかもしれないですけど、はい。上に伸ばします。あと4問ですね。ちょっと画面が見にくいかもしれないですね。ごめんなさいね。10番も読みますのでね。はい。7番いきます。債券は、保有期間中には利子が、また、満期時には、額面金額が満額支払われるため、比較的安定した金融商品と言える。もう一回いきます。債券は、保有期間中には利子が、また、満期には、額面金額が満額支払われるため、比較的安定した金融商品と言える。丸か×か。はい。じゃあ次行きますよ。8番。投資を始める段階では、まとまった資金が必要である。もう一度言います。投資を始める段階では、まとまった資金が必要である。丸か×か。まあ。あと2問ですね。9番。投資家は、証券取引所に直接注文を出して、金融商品を売買することはできず、証券会社など、金融機関を通じて売買しなければならない。もう一度言います。投資家は、証券取引所に直接注文を出して、金融商品を売買することはできず、証券会社など、金融機関を通じて売買しなければならない。丸か×か。はい。ですね。最後。10番ですね。証券会社に証券口座を開設するためには、本人確認などの手続きを実店舗で行う必要がある。もう一度言います。証券会社に証券口座を開設するためには、本人確認などの手続きを実店舗で行う必要がある。丸か×か。はい。出ましたけど、皆さんお答えの方は控えれました。どうでしょうか？さて、丸か×かかけたら、はい。1がかける、2が丸、3が丸、4が丸、5がかける、6がかける、7が丸、8がかける、9が丸、10がかける。はいはい。お花、1、マルチプライ、203、マルチプライ、405、マルチプライとか言ってる。マルチプライ、非上場、708、なるほどね。マルチプライ。お花さんとしめじさんのところでは、3番が、あれか。俺もちょっとこれ載せれるかな？ちょっといきますね。ちょっと書きますね。自分もちょっと。いけるかな？間違えた。ちょっと入れますね。いやー、今回ちょっとね、怪しいですよ、僕も。あ、間違えた。オンライン家庭教師泥兼業トレーダー戦略24、1、マすいませんルチプライ、2030。なんだそのマルチプライ2030。シメディ3、5、8が違いますね。ここ今回あれですよね。いや、
俺も今回ちょっと自信がないです。ごめんなさい。ちょっと、あれ数字が入らない。お !7 番から入らんぞ。なぜだ？今、入力してるのは入った。あれ俺、ちょっと、今回、やばいかもしれないです。オンライン家庭教師泥兼業トレーダー戦略24、4、マルチプライ、5060708090。オンライン家庭教師泥兼業トレーダーバツってなんか変な風になりますね。10、マルチプライ。マルチプライになりますね。はい。それでは、もう、正直にね、答え合わせをしていきましょう。皆さん見ていきましょうね。いきまーす。ドン。1番、×。まず問題をちょっと確認していきますと、少子化のやつですね。終身雇用のやつですね。はい。リスクを取らずにっていうことで、あれ ?2 番、×? 預貯金債券、あれなんだこの問題。リスクリターンは、俺、ちょっと、勘違いしちゃった。そうか、2番、これ逆なんだね。やば。そうかそうか、リスクが大きくなっていくの、株式の方がリスク大きくなってきますもんね。完全に2番、読み方逆にしちゃいました。3番丸。4番、シメディ、順に大きくなるという日本語でやられました。日本語間違えた俺。4番丸？ちょっと待ってください。4番丸？一般的に。なんで？時間の長さやリスクでしょ？俺ちょっと4番、そう。4番ミスですね。日本語間違えてるかな？なんていうの、リスク許容度ってどういう風にいくかっていうと、時間長ければ長いほどあれですよね。リスク許容度低くなりますよね。あれ？なんだろう。国語の間違いかな？5番、×ですね、これ。問題が、ちょっと待ってください。問題、もう一回見ましょう。5番が間接金融のやつです。はいはいはい。間接金融は銀行などのシメディ、若くて余裕資金が多くあれば、リスクが高い商品を選択しても痛くないということでは。そうですよね。なるほど。銀行などの金融機関が個人の預金など企業や政府に融資する形式であるため、投資先は金融機関が決定します。そういうことか。じゃあ、しめじさんが言ってたインデックス投資と同じなのか、自分で行くんじゃなくて、そのパッケージみたいなやつを、決めて、例えば、新興国株式だったら、ね、中国 20% とか、ああいうポートフォリオは決めて、やることを間接金融っていうのかな。なるほど。これ違った。5番本じゃ×でしたね。はい。6番、6番俺、丸にしてる。6番×ですね。なんだこれ。結構間違えてるな。株式。そうかそうか。希望すればどの会社でも、これ違うんですね。お花さん書いてありましたね。非上場のやつ。上場してる当たり前ですね。恥ずかしい6番。なんかひねってないけど、上場当たり前なのに、非上場と上場。なるほどね。はい。やばいな、俺。はい。7番丸。8番が、×？なんだおい。投資を始めるときまとまった資金が必要である。
なんで俺丸にしてるんだこれ×じゃん。小学でもできるじゃんね。ごめんなさい。これ、なんで丸にしてんだ俺。もうついに頭おかしくなりましたね。ネット証券とかで1000円でもできるじゃんね。なんでこれ丸にしてんだろう。ごめんなさい。記入ミスですね、これ。はい。で、9番丸、10番×。ネット証券はね、はい、できますよってことですね。今回ので、皆さんどうです？今回のでなんか難しかったなとか迷ったなっていう番号ってありました？ちなみに僕で言うと、やっぱり間接金融っていう言葉自体がいまいち分かってなかったので、この5番は勉強しようかなっていう感じはしました。あと6番はそうでもないですね。いいのかなと思うんですけど。俺何問で、8番が勘違いだったんですけど。そう。リスク許容度も、4番のリスク許容度も完全に国語のミスですね。あとは、どうです？何か気になるこの問題とか、こっち見た方がいいのか。あやふやだなと思うところってありました？お花、間接金融でした。やっぱそこですね。はい。この5番のところですね。はい。あとは、いいですかね。うん。じゃあ、特になんか何もないようでしたら、この間接金融、直接金融のとこだけ復習するようにしましょうか。次回かなんかね。はい。シメディ、2番の日本語でやられなければ。そうだ、皆さんどうでしたこれ。俺もうボロボロでしたけど、日本語間違いが2、3問あったので、もう、はい。これね、順番のやつで、俺もこれ反対に書きましたもん。はい。これって、投資をしていない人とか、金融関係で勉強してない人って、これって、一般常識でわからないもんでしょうかね。どうなんでしょうね。もうなんか、自分的にはこのあたりとかは、割と知識に入ってる気はするんですけども、感覚がわかんなくなってきてますね。この間接金融以外は大体、お金の勉強としては納得できるっていうか、とは思うんですけどね。いいですかね ?5 番ぐらいのところ。直接金融、間接金融のこのぐらいでね。はい。多分東雲さん今ちょっとトンネルに入ったりブチブチ切れてる頃だと思います。お花、わからないと思います。シメディ、3の、など、という言い回しが気になりました。これね。このリスクね。金融商品のリスクか。これもちょっと勉強してみますか。多分、他にもなんかあるんでしょうね。僕、信用リスクっていうところにちょっと引っかかりをしたのが、レバレッジかけてるのかなと思ったので、信用取引っていう意味かなと思ったっていうのと、などっていうのは、なんだろう、価格変動リスクってところの政治的要素とかそういうことですかね。ファンダメンタルとかテクニカルのどういうことなんでしょうね。せっかくなのでこれもじゃあ、金融商品の代表的なリスクっていうのがどんなものがあるかっていうのを見ていくのもいいですね。なるほどねと思うかもしれませんよね。じゃあ、3番と5番を復習することにします、次回。はい。ありがとうございます。シメディ、一般常識だけでは難しいと思います。そうなんですね。ほら、僕らこうやってちょこちょこ勉強してったりしてるから、もうなんか当たり前のようになってきてるんですかね。こういう、お金の勉強で、常識的な感じがするっていうか。わかんないですね。こういうのって、なんか、ほら、試験があるわけじゃないから。あれもしかしたらこういうのって、ファイナンシャルプランナーとかそういうのの問題とかになるんですかね。ああいう資格っていうか。ファイナンシャルプランナー3級とかの問題集ってあるんですかね。今いいこと考えました。
金融関係の問題集があったら、ここで取り扱うのも面白いですよね。うわ !12 時になったかな、これ。ビットコインがなんか、イーサリアムがブルになってました。トレードが鳴った。ということで、ちょっと今ひらめいたので、ファイナルシャルプランナーのこともちょっと調べていきたいと思います。せっかくなので。問題集があったら面白いですよね。ちょっと待って。ファイナルシャルプランナー。すごい思いつきでやっちゃってる。ファイナンシャルプランナー。問題。シメディ FP 試験や簿記試験は書店に行けばいくらでも参考書がありますね。うわ、なんか出てきた。ああ。3級ね、とかね。FP 教科書。へえ。面白いかもしんないですね。ちょっと、せっかくなので、この FP の3級の問題とかも取り扱ってみてもいいですね。またじゃあ、このお金の勉強の中で、このファイナルシャルプランナーの3級からちょっと出してみたいなと思います。せっかくなので。はい。問題チャレンジしてみましょうか。むずいよな。むずいかな。まあでもみんなで一緒にやっていけば面白いですよね。今年、2級いきなりやったらきついだろう。でもなんかちらほらと、ポストプライムの方とかもそうですけど、FP3 級ちらちら聞きますよね。はい。うわ、なんか利回りとかいろいろ書いてあるぞ。なかなか難しい問題もありそうですね。問題集からいきなりやって大丈夫かな。教科書があるんですね。シメディ簿記3級なら合格済みです。本当ですか。簿記ね。簿記も必要ですよね。でも、せっかくなので、一緒にFP の教科書とか問題集とか使って出すのもいいです。ありですよね。はい。独学じゃないですけど、みんなでちょっと FP も勉強してきますか。はい。なるほど。結構ありますもんね、これ。ちょっと、優しそうなやつというか、なんか、見てきます。はい。今年のなんか目標じゃないか1個できましたね。今、ふと思ったんですけど。FP の勉強もしていきましょう、ということで。はい。はい。ということですね。ファイナルシャルプランナーの勉強、いいですね。はい。お花 FP、面白そうですね。やりましょう。はい。お金の勉強と、お金大全と、この投資の教科書から、テクニカル、FP。最高じゃないですか。はい。ということで、ちょっと時間がやばい。いかんですね。じゃあ、すいません。あと少しだけお付き合いいただいて、この今日の特集の中国のね、チャートの方を一緒に見ていきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい。中国がボトムになってるよということで、ちょっと見ていただきたいと思います。はい。こちらの方が、中国のテンセントです。有名だと思います。一応、ボトムになってるとともに、またあれを書きます。レジサポラインもちょっと入れてきます。戻り高値がここです。これも入れてきますね。まだ完全に、この、週足の戻り高値は400ですけど、いってませんが、あとこれ。10月24日からテンセントはどれだけ上がったかだけ見ますね。ここ。うわ！84% ですよ。はい。この一番低いところ、199ですって。てかもう、そもそもこのテンセントどこまであったかっていうと最高値ここですもんね。こうやって見るとわかりやすいですね。ここ。
テンセント770、2021年のね、この時期、ちょうど2年前から階段を降りていっていますけども、ちょっとこの今の登り方っていうのが、この、戻り高値の400をもし超えてきたら、中国が今年上昇トレンドになるかどうかっていうポイントですね。今、まだ350なので、テンセントが。でも、動き的には面白い動きをしていると思います。まだわかんないですよ、ここ。上昇トレンドになってるとは言えませんけどね。はい。ボトムかどうかってことですね。じゃあ次行きますよ。これ、保険会社です。1398。中国も前も言ったかもしれないんですけど、ティッカーコード、このコードは、日本と同じように4桁の番号で記されています。1398。インダストリー、これ、待ってください。そうですよね。はい。中国のこれ銀行です。建設銀行だ、これ。これ、中国建設銀行ですね。ここも、ちょっと、ここの戻り高値はまだ遠いですね。金融系は、ここですね。戻り高値が 4.4 なので、まだちょっと開きありますけど、どれだけボトムから戻したか。はい。一番低い位置から 24% まで戻しました。まだまだ、やっぱりハイテク中心ですね。銀行はまだそこまでは、戻してきてないという状態ですね。今これ、中国建設銀行ですね。次行きますね。チャイナライフインシュランス。これは生命保険会社ですね。この生命保険会社2628の週足見てください。これは明らかに、戻り高値超えましたね、一回。家で。実践で超えてるわ。これは面白い。はい。実践でちょっと出てますね、これ。ヒゲだけじゃないです。実践も超えてるので、これは生命保険会社は面白い動きだと思います。で、ボトムからどれだけ上がったか。64% 上がってましたね。すごいですね。この週足見てください。保険会社。1、2、3、4、5、6。6連続陽線で、1回調整があってまた3連続陽線ですね。いやー、すごいですね。保険会社は中国の。で次行きます。これも中国の銀行になりますね。939ですね。チャイナこれ何銀行なんだろう。建設。英語で書いて忘れちゃった。日本まあいいや。はい。ここは、やっぱ銀行がまだまだボトムから、そうですね。上がってきてるけど、戻り高値からはまだまだ遠いですね。まだ上昇トレンドとは言えないと思います。最高値から、やっぱ同じですね。23% のプラスということですね。じゃあ次行きます。これはピンヤン保険会社ですね、ここも。中国のピンヤンという保険会社になります。2318です。これも、さっきの保険会社と同じように、戻り高値を実践で超えてます。はい、超えてます、ここが。週足で。で、ボトム、一番下から、80% 戻しました。勢いありますね。はい。という保険会社はいいですね、中国の。次。ギャラクシーエンターテインメント好きですけど、僕マカオのカジノのとこですね。はい。銀河、なんだっけ漢字でなんていうの銀河集団、なんだっけギャラクシーエンターテインメントって銀河なんとかって言いますけどね。
ピッカーコード27番です。はい。カジノですけどね。こここれはですね、思いっきり先に行っちゃってますね。マカオのカジノはブレイクしました。してますね。はい。12月でも実戦でパーンと終えました。この1ヶ月間で。10月24日から見ると、55% プラスですね。はい。これは上昇トレンドと言っていいんじゃないでしょうか。はい。戻り高値から実戦でもう超えて1ヶ月経ってます。はい。カジノが復活してますね。はい。じゃあ次。有名ですね。パソコンのレノボになります。992ですね。レノボは意外に戻ってませんね。戻り高値がここですね。まだまだですね。ちょっともう時間がないので簡単に言っていきますけど。はい。じゃあ次行きますね。チャイナモバイルです。チャイナモバイルの戻り高値がここですね。ちょっと超えたぐらいですね、今。ちょっとこの戻り高値を超えて上昇トレンドになるかなっていうところで。まだ実践ちょっとしか超えてません。これからどうかなっていうところですね。続きます。ペトロチャイナ、ガスですね。戻り高値がここです。まだ戻り高値より下なので上昇トレンドとは言えません。次。これ電気会社ですね。916チャイナロンユアンパワーと言います。はい。電気会社の戻り高値がここ。まだまだ戻ってきてません。次。HSBC ホールディングス。香港の銀行です。戻り高値ここ。あ、香港の銀行はかなり近く来てますね。はい。一番安値からどんだけ上がってるかっていうと、37% まで戻してきました。はい。他の中国の銀行よりは香港の銀行の方がいいです。香港市場良かったですもんね。はい。次。あと10銘柄ぐらいで終わります。ドンフェンモーターズ。ドンフェンって言っても前言ったかもしれないですけど、変な、紀州のドンファンとは違いますのでね。なんかこれ聞くといつもドンファンって言いたくなっちゃうんだよね。なんか変な人。なくなっちゃったのかな。はい。ドンフェンモーターズですけど、これは、戻り高値がここになります。まだまだ、戻り高値まで行ってません。何%？それでも、30% 戻ってきてますね。はい。次行きます。ワンワンチャイナ。ここずーっと食品関係ですね。ワンワンチャイナは、ずーっと高かったんですよ。逆に、多分これは他の銘柄とは違うと思います。ずーっと低かった時に、ワンワンチャイナすごい高い位置にあったので、去年ずーっと。だから、食品関係は今落ち着いてきていますね。はい。なので、あんまり上がってません。ここがメニューデイリー。ここも食品関係ですね。チャイナメニューデイリーと言います。猛牛の、牛の関係ですね。戻り高値はここです。まだ上昇トレンドまでは行ってません。次。通人マイニング。鉱山関係の会社だと思います。2899です。戻り高値がこんな高いとこ。まだまだ、これちょっと高いですけどね。まだまだ、鉱山系はこれからですね。でもだいぶ上がってきてますね。もう見ていただくとわかりますけど、みんなボトムから戻ってきている動きはしていますよね。でもここまで来ると跳ね返されるのは十分あります。
テクトロニクスインダストリーって環境系だったかな、この会社は。はい。ここね、かなり落としてるので、ここまでですね。はい。これはまだちょっと復活するには結構きついとこですね。はい。あとちょっとです。アンチコーチセメント。セメントの会社です。さっきの、土木の関係の建設会社とありますけど、ちょっとまだまだ厳しいですね、ここも。はい。チャイナ、これ、広大環境というところですね。チャイナエバーライトっていうところですね。なんか広大集大とは違いますね、ここは。確か。なんか久々中国の、企業紹介してますね。戻り高値がここです。いや、ちょっと待って。ここよりもう一段だな。ごめんなさいね。はい。キングソフトです。皆さんも知ってるか、マイクロソフトの、似てるやつっていうか、ソフト会社ですね。キングソフトの戻り高値ここですね。もうちょいですね。あとちょっと。チャイナガスですね。ガス会社は、かなり戻ってきてますね。はい。中国銀行です。配当がめちゃくちゃ高いとこです。安定してます。まだそんなに戻ってきてないですけどね。ラスト。これ有名なペトロチャイナですね。石油会社ですね。エクソンモービルみたいなもんですね。ここ、ちょっと、戻り高値に戻りつつあります。ということで、ざーっと戻り高値から見ましたけど、皆さん、10月を拠点に 30% から保険会社はもっと 80% まで戻ったりしてます。特に、ハイテク関係とかはかなり戻ってきております。ので、もうちょっとすると、いろんな会社が今ちょうどこの戻り高値から週足で上抜けてくると、本当に中国がこの2月、でもね、中国っていつもね、2月ピークに、2年前もね、2月がピークだったんですよ。だからまた何があるかわからないですけど、一回ここから抜けて実践で行けば、長期では上昇トレンドになる可能性もあるものもあります。はい。なのでちょっとね、ここからアメリカより注目する銘柄も出てくるんではないかなっていうことで、僕も、ちょっと中国、銘柄 CFD でも買ってみようかなって思いました。こう抜けた時にね。僕的にはちょっと面白いなと思うのは、やっぱりこのギャラクシーエンターテインメント、カジノの会社ですね。この動きは面白いと思います。明らかにこれ上抜けましたのでね。戻り高値から。一回落としてますけど、ここ来たらなんか買ってもいいかなって思いますね。はい。ということで、ちょっと、中国のね、個別の、分析させていただきましたけど、またね、何か動きがあったら、いろんな分析もしていきたいな。まあ、長期ですけどね、思います。はい。じゃあ、木曜日ですけども、またこの、投資の教科書の復習で、もしかしたら本屋で探してきたら、さっき言った、ファイナルシャルプランナーの企画も、織り交ぜて出していけたらいいと思いますので、ぜひね、眠いかもしれないですけどね、一緒にね、今年、またいろんな学びをしてね、楽しんでいけたらなと思います。しのめさん、あれかな、もう多分、トンネルでどっか、多分中国道かなんかで、ブチブチ切れてるかもしれませんので、またね、お会いできればと思うよ。事故ってないよな、きっと。大丈夫ですよね、きっとね。はい。はい。それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。失礼いたします。東雲、今岡山に入りました。しめディ、お疲れ様でした。お花、お疲れ様でした。ありがとうございました。明日頑張ってくださいね。